皆さんこんにちは。プッティモンキーレンチのお時間です。アフターエフェクツ基礎編の卒業課題パート3ということで、今回作成するのはカット3です。カット3では 2D ですが、パッと見ると少し立体に見えるフェイク 3D を取り入れたアニメーションと、文字を分解して個別のアニメーションする方法を見ていきます。その他、背景やラインアニメーションにも一工夫加えてみたり、前回同様、カット間のつなぎを意識した画面遷移を見ていきましょう。では早速続きを作っていきます。C03 のコンポジションを開きます。まずは背景を作成しましょう。カットさんの背景はチェック柄の背景となっています。チェックのマスごとに色合いが違い、一見作るのが難しそうに見えますが、エフェクトを組み合わせることで簡単に作ることができます。コントロール Y で新規平面をコンポジションのサイズで作成します。エフェクトのフラクタルノイズを適用します。フラクタルノイズはアフターエフェクツのエフェクトの中でも最も使用されると言っても過言じゃない汎用性の高いエフェクトと言えます。このエフェクトはいろいろな使い道があり、解説するだけでも動画が何本も作れてしまう大変お世話になるエフェクトです。今回はこのフラクタルノイズを使用して背景を作成します。エフェクトコントロールを見てみましょう。設定するパラメーターが非常に多いですが、今回は使用する項目のみ解説します。まず、ノイズの種類をソフトリニアからブロックに変更します。この項目は名前通り、ノイズの種類を変更する場所です。種類によって見た目も大きく変わります。今回はチェック柄を再現したいので、ブロックが最適です。次に、コントラストと明るさです。こちらも言葉通りで、ノイズのコントラストと明度をコントロールする項目になります。チェック柄をはっきりと見せたいので、コントラスト150に設定しておきます。次にトランスフォームを見ていきましょう。こちらはフラクタルノイズを回転させたり、拡大縮小させたり、配置を変えたりが可能な項目です。今回作るチェックパターンはサイズが大きめなので、スケールの値を調整して拡大しておきます。スケールを1000とします。回転を45度にして傾けておきます。まだノイズが多くチェックパターンには見えません。これはサブ設定で設定されたノイズになります。なのでサブ設定の中にあるサブ影響を 0% にするか、複雑度の値を1にすることでノイズを減らすことができます。今回は複雑度を使って調整してみましょう。複雑度はサブ設定で合成されるノイズの数を調整する項目です。複雑度を上げるほど細かくノイズが描写されます。値が高いほどレンダリングにも時間がかかるので注意してください。値を下げることでノイズを減らすことができます。今回はチェックパターンを作成するので、微細なノイズは不要です。なので数値を1に下げて、サブ設定のノイズがない状態を作ります。今回は1と設定しますが、この複雑度の値次第で見え方が変わり、面白いイメージを作ることもできるので、ぜひお試しください。これでほぼ背景の形が見えてきました。最後にトランスフォームの中にある乱気流のオフセットを使用して位置を決めていきます。X 軸を912にし、Y 軸を747として、四角形が中央に来るように配置します。では次は色をつけましょう。エフェクトの色かぶり補正を追加します。私はブラックをマップの色を変更しておきます。一旦これで背景は完成です。後ほど背景にもアニメーションをつける際に再度手を加えます。では次はテキストアニメーションを作成していきます。カット3では立方体が回転して文字が映し出されるといった演出があります。こちらは 2D 素材ですが、アニメーションによってリールのように回転する演出を作っています。では早速作っていきましょう。コントロール N で新規コンポジションを作成します。名前をテキストキューブ01とします。幅を1200にし、高さは700としておきます。デュレーションは5秒あれば十分です。OK をしましょう。コンポジションを作成できたら管理しやすいように、プロジェクトパネルを確認して作成されたコンポをプリコンポジション用のフォルダーに移動しておきましょう。ではテキストキューブ01を編集していきます。長方形ツールに切り替えて
塗りだけが有効になっていることを確認し、色を変更します。色変更ができたら、長方形ツールをダブルクリックして、コンポジションサイズの長方形を作成します。作成できたら、コントロール D でシェイプレイヤーを複製します。シェイプレイヤー2を選択して、シェイプレイヤー1の上の辺にスナップさせます。ツールパネルを確認しましょう。スナップが有効になっていると、レイヤーをドラッグするだけでスナップさせることができます。その他、スナップが無効になっている状態だと、ドラッグ中にコントロールを押すことで、コントロールを押している間は一時的にスナップを有効にすることができます。どちらでも好きな操作でスナップさせましょう。注意点として、シェイプレイヤーをスナップさせるときは、ドラッグしてからコントロールをしましょう。先にコントロールを押すと、シェイプレイヤーではなく、シェイプレイヤーの中にある長方形にアクセスしてしまうからです。その他、スナップする場所はカーソルの位置で決まります。なので、レイヤーのどこを起点にスナップさせたいかを決めてから、その近くにカーソルを合わせてからドラッグを開始しましょう。スナップする場所はレイヤーのボックスに表示されるので確認してみましょう。辺にドラッグできたら、シェイプレイヤー2をコントロール D で複製します。複製されたシェイプレイヤー3をさらにシェイプレイヤー2の上にスナップさせます。これでシェイプレイヤーが縦に3つ連なった状態を作ることができました。それぞれ色を変更しておきましょう。注意点としてシェイプレイヤー1の色はカット2の上下の帯に設定した色と同じ色になるように調整しておいてください。これはカット間のつなぎ目をスムーズにするための処理です。カット2では上下の帯が閉じて一色で画面を覆うので、その色に合わせておくことでカット間のつなぎ目をスムーズにできます。素材が揃ったので動かしましょう。まずは一つのレイヤーを動かすだけで全て動くように親子付けをします。シェイプレイヤー2と3を選択して親ピックウィップを掴んでシェイプレイヤー1にドラッグして親子関係を作ります。これでシェイプレイヤー1を動かすと全て動いてくれるようになりました。ではアニメーションをつけていきます。シェイプレイヤー1を選択して P を押して1プロパティを表示させます。コンポの開始フレームで1にキーを打ちましょう。シフトページダウンキーで10フレーム進めて Y 値を1050とし、シェイプレイヤー2とテキストが画面の中央に来るように動かします。動き出しは減速させたいので、1つ目のキーフレームの出る速度の影響を高く設定しておきます。そのまま、モーションツールズのイラスティックを押して、弾むアニメーションをつけておきます。モーションツールズを導入していない方は、前回のパート2で解説したエクスプレッションを使用する方法でバースアニメーションをつけてください。では、アニメーションが終わった時間に合わせてから、コントロール T で横書き文字ツールに切り替えてテキストを作成しましょう。私はテキストを見てとします。サイズは収まりがいい感じに整えましょう。私はフォントサイズを445としておきます。段落は中央揃いとして整列パネルで画面中央に配置し直します。テキストができたらテキストレイヤーをシェイプレイヤー1の子にしておきます。再生してみましょう。これで一つ目のテキストは完了です。では、プロジェクトパネルを確認して作成したテキストキューブ01のコンポをコントロール D で複製します。複製されたテキストキューブ02をダブルクリックして開きましょう。動きは同じで構わないですが、文字数がさっきよりも一文字多いので、コンポサイズの幅を少し広げておきます。コントロール K でコンポジション設定を開きます。中央比のロックが外れていることを確認して幅を1650に変更して OK を押します。このままだとシェイプレイヤーがコンポサイズではないので余白ができていますので修正しておきましょう。まず文字が確定し動かなくなったタイミングまで現在の時間を移動させておきます。先に文字を変更します。私はテキストを試してとします。文字が編集できたらテキストレイヤーの親とリンクにある渦巻きアイコンをコントロールを押しながらクリックして親子関係を解除しておきます。
この後、シェイプレイヤーをコンポサイズに引き伸ばす際に、スケールを使うのですが、親子関係を解除していないと、テキストも一緒に引き伸ばされてしまうからです。あらかじめ解除しておき、後ほど再度親子設定をします。次に、シェイプレイヤー1を選択して、S を押してスケールプロパティを表示させます。中央比のロックを外してから、X 軸の値を上げて横に伸ばして、コンポに余白がない状態を作ります。シェイプレイヤーの編集が終わったら、再度テキストレイヤーをシェイプレイヤー1の子に設定し直します。仕上げにシェイプレイヤーの色を変更しておきましょう。再生してみましょう。これで2つ目のテキストが完成しました。では C03 のコンポジションに戻ります。プロジェクトパネルからテキストキューブ01と02を選択してドラッグし、C03 のコンポジションの中に入れます。テキストは順番に再生されるように、02の方を33フレームから開始するように移動しておきます。一旦テキストキューブ02は非表示にしておきます。ではテキストキューブ01を編集します。カット2では最後に上下の帯が閉じて水色で画面を覆い尽くしていました。なのでカット3も同じ色で画面が覆い尽くされた状態から開始されるようにしてカット間のつなぎ目をスムーズにしましょう。P を押して1プロパティを表示させます。次にシフトをしながら S を押してスケールも一緒に表示させておきます。コンポジションの開始フレームでスケールの値を 160% にしてキーフレームを打ち、画面全体がレイヤーで隠れるように調整します。15フレーム進めて 26% に変更します。次はテキストキューブ02が登場するので、表示させるスペースを空けるために X 位置を動かして横に移動させます。15フレームで1にキーを打ちます。18フレーム進めてX 位置を640にしておきます。緩急をつけましょう。1のキーフレームを2つとも選択して、影響の値を高く設定して、動き出しと停止時にゆっくりとなるように調整します。次にスケールです。こちらは動き出しを早くしたいので、値グラフで調整します。キーフレームを2つとも選択して、F9 を押してハンドルを表示させます。最初のキーのハンドルの角度をつけて、動き出しから速度が出ている状態を作ります。最後に2つ目のキーフレームのハンドルを水平に引っ張り、減速するように調整しましょう。これでアニメーションは完成です。次はテキストキューブ02を編集します。P を押して X 値を1056に変更してテキストキューブ01と重ならないように位置をずらしておきます。では、スケールアニメーションをつけていきましょう。S を押して、レイヤーの先頭でスケールを 0% にしてキーフレームを打ちます。5フレーム進めて 26% にします。2つ目のキーフレームの入る速度の影響を上げて緩急をつけておきます。一度再生してみましょう。これで2つ目のテキストを登場させることができました。では、3つ目のテキストを出すために、テキストキューブ01と02を少し上に移動させます。ヌルを使用して2つとも一気に動かしましょう。コントロール、シフト、オルト、Y でヌルを作成します。テキストキューブ01と02を選択して、ヌルの子に設定しておきます。ヌルを選択して P を押し1プロパティを表示させましょう。52フレームに現在の時間を合わせてから1、2キーフレームを打ちます。20フレーム進めてから Y 値を400に変更します。2つのキーフレームを選んで速度の影響の値を高くして緩急をつけておきましょう。再生してみましょう。これで次のテキストを表示させるスペースを確保できました。最後にドロップシャドウを追加します。テキストキューブ01を選択してドロップシャドウを適用します。シャドウのカラーを設定します。不透明度を 100% にして方向を135度に変更しましょう。距離を100にしておきます。エフェクトはテキストキューブ02にもコピーしておきます。再生してみましょう。では続きを作ります。一つ目のテキストキューブが登場した際にもう少し勢いが欲しいので効果を付け足していきましょう。テキストはスケールでアニメーションしていますが、
手前から奥に向かって進み、背景に貼り付いたとも見ることができます。その印象を強めていきましょう。まず背景を動かします。BG レイヤーを選択して S を押し、スケールを表示させます。開始フレームで 45% にして23フレーム進めて 100% に戻します。2つともキーフレーム速度の影響を高くして緩急をつけておきます。背景は小さいサイズから元のサイズに戻る動きになりました。テキストのスケールとは逆の動きをつけることでテキストの登場に勢いがつきます。背景のサイズを小さくしたことでコンポジションに空白の部分ができてしまいましたので修正しておきます。CC リペタイルを適用します。時間を開始フレームに合わせた状態で表示範囲を調整しましょう。私は横幅を1200にし、縦のサイズはそれぞれ700にして空白を埋めておきます。タイリングをアンフォルドに変更します。タイリングは好みに合わせて選択してみてください。これで背景は完成です。では次に最初のテキストが登場した際に付け加える図形エフェクトを作成します。アニメーションを補完する補助的なエフェクトを加えることで印象を強めることができます。多角形ツールに切り替えます。塗りだけを有効にして色を決めておきましょう。多角形ツールをダブルクリックしてシェイプレイヤーを作成します。名前をシェイプエフェクトとしておきましょう。動きの確認がしやすいようにソロ機能を使ってシェイプエフェクトだけを表示させておきます。ではレイヤーを展開して編集していきます。まずは多角形パスの中にある頂点を3にして三角形にしておきます。半径を70にしてサイズを整えます。トランスフォーム多角形1を展開してアニメーションをつけていきましょう。開始フレームに時間を合わせて位置とスケールと回転にキーを打ちます。Y 値をマイナス177にし、スケールを 10% にします。9フレーム進めて、Y 値をマイナス380にして、スケールを 100% にします。回転は165としておきます。13フレーム進めて、Y 値をマイナス450にし、スケールは 0% にして図形を消失させます。回転は351にしましょう。これでベースの動きが完成したので、緩急をつけていきましょう。スケールの2つ目と3つ目のキーフレームを選択して、キーフレーム速度の影響を高く設定しておきます。位置は動き始めは速く、登場後はじわーっと動いてほしいので、2つ目のキーフレームを選択して、コントロール、シフト、K でキーフレーム速度を調整します。出る速度をコピーして入る速度に貼り付けましょう。入る速度の影響を 80% にしておきます。これで位置の動きは OK です。最後に回転の動きを詰めていきます。値グラフを使いましょう。2つ目のキーフレームを選択して、自動ベジに変換しておきます。自動ベジにすることで、入る速度と出る速度のハンドルが連動するので、速度を合わせることが容易になります。ハンドルをドラッグして減速を作ります。停止しないように傾けて速度を保ちましょう。再生して確認しながらグラフを調整してみてください。うまくアニメーションをつけることができたら、追加からリピーターを選択して放射状に飛んでいくように編集します。コピー数を8にします。トランスフォームリピーターの中にある値を0にして、回転を45とします。回転に入力する値は360割るコピー数に入力した数値にすると、きれいに放射状に広がってくれます。一度再生してみましょう。これでシェイプエフェクトの完成です。では、ソロ機能をオフにしてテキストキューブが登場するタイミングに合わせてレイヤーを移動させます。10フレームにレイヤーの先頭が来るように移動させます。一度再生してみましょう。形が見えてきました。では、残りのテキストアニメーションを作っていきます。3つ目に登場するテキストアニメーションを確認してみます。一つ一つ跳ねるように動いていたり、横からスライドしてきたりと、テキストアニメーターでの再現は今のところできそうにないです。
このテキストアニメーションでは文字を分解して一つ一つ動きをつけていきます。パート1で紹介した GG 分解を使用します。まずはテキストを組んでおきましょう。私は体系的に学習とします。フォントサイズを調整して配置しましょう。テキストの用意ができたらテキストを分解していきます。分解には GG 分解というスクリプトを使います。GG 分解の使い方は非常にシンプルです。GG 分解には3つのボタンがあります。それぞれ解説します。まずパネルの左にある T というボタンは選択したテキストレイヤーからシェイプレイヤーを作成してくれるボタンです。次に中央のボタンはテキストからシェイプレイヤーを作成する際にどのように作成するかを設定することができます。ボタンを押すたびにアイコンが変わります。初期状態のアイコンではテキストレイヤーからそのままシェイプレイヤーが作成されます。2つ目はテキストの開業ごとにシェイプレイヤーが分割されて作成されます。開業されて3行あるテキストレイヤーであればシェイプレイヤーが3つに分割されるということです。3つ目はテキストの空白と開業で分割されてシェイプレイヤーが作成されます。2つ目と似ていますが、文字と文字の間にスペースがあるとそこも規定に分割してくれます。4つ目はテキストを1文字ずつ分解してシェイプレイヤーを作成してくれます。今回使用するのはこのアイコンです。5つ目はテキストのパスがつながっていない部分も分割し、シェイプを作成してくれます。漢字やひらがななどのテキストで効果を発揮します。文字単位ではなく、形状を見て分解してくれるイメージです。5つ目のアイコンに合わせた状態でもう一度ボタンを押すと最初のアイコンに戻ります。一番右にあるアイコンは作成されたシェイプレイヤーをプリコンポーズしてくれる機能です。ボタンを押し、青くなっている状態で D を押し、シェイプレイヤーを作成するとプリコンポーズしてくれます。GG 分解の解説は以上です。では早速テキストを分解してみましょう。テキストレイヤーを選択します。GG 分解の真ん中のボタンを押して4つ目のアイコンに切り替えます。T のボタンを押してシェイプレイヤーを作成しましょう。無事分解できました。ではテキストを動かしていきましょう。まずはアニメーションの開始タイミングを調整しましょう。テキストのシェイプレイヤーをすべて選択して68フレームにレイヤーの先頭が来るように移動させておきます。今回作るテキストアニメーションは起点が重要となります。テキストのアンカーポイントをすべて文字の下に来るように設定しておきましょう。アンカーポイントの移動はパート2でも解説したので省略します。まずは体系的の3つの文字をアニメーションさせます。この3つは同じ動きでタイミングと配置場所が違うだけですので、1文字だけ動きをつけてコピーします。ソロ機能を有効にして1文字だけ表示させておきます。1つ目の文字を選択してP を押し1プロパティを表示させます。次にシフトを押しながら R を押して回転プロパティも表示させましょう。1の次元を分割しておきます。これはただ編集しやすくするためではなく、後ほど他のテキストにコピーした際に X 位置の情報をコピーしないためです。次元が分割されていない場合は X と Y 両方の位置情報をコピーしてしまいます。今回必要な情報は Y 位置なので次元を分割しておきます。X 位置は不要なので、シフト、オルトを押しながらクリックして表示にしておきます。レイヤーの先頭に時間を合わせて1にキーを打っておきます。5フレーム進めて Y 位置にキーを打ちます。さらに1フレーム進めて回転にキーを打ちましょう。3フレーム戻り、回転を9度にします。1フレーム戻り、Y 位置をドラッグして文字を上に移動させます。私は元の値からマイナス66を引いた値にしておきます。2フレーム戻り、レイヤーの先頭に時間を合わせた状態で回転をマイナス8度にします。これでベースの動きができました。動きを加えていきます。回転と位置の2つ目に打ったキーフレームを選択して、入る速度と出る速度、両方の影響を高く設定しておきます。Y 位置を選択してバウンスをします。次に回転を選択してイラスティックをしましょう。一度再生して確認してみましょう。いい感じになっているでしょうか？
アニメーションでは文字が飛び出し、地面で跳ねた際に色が変わる演出があったので加えてみましょう。レイヤーを選択した状態でエフェクトの塗りを適用します。カラーが強制的に赤になっているので、元のテキストカラーに変更しておきます。テキストが跳ねるタイミングに合わせてカラーにキーを打ちます。Y1 の3つ目のキーフレームでキーを打ちましょう。次に1フレーム戻り、カラーを変更しておきます。これで色が変わる演出も加えることができました。では他の文字にもコピーしましょう。体系的の残りの2文字をソロ機能を使って表示させます。レイヤーを選択して U キーを押して打たれたキーフレームすべて表示させます。Y1 と回転、カラーのプロパティを選択します。コントロール C でコピーします。他の K と敵のテキストを選択して、レイヤーの先頭に時間を合わせてから、コントロール V で貼り付けます。これでアニメーションがコピーされました。今のままだと、イラスティックやバウンスが適用されていないので、エフェクトコントロールを確認して、バウンスとイラスティックで追加されたエフェクトもコピーして貼り付けておきましょう。これで全てコピーできました。それぞれ再生タイミングを4フレームずつ変更しておきましょう。一度再生してみます。では残りのテキストも片付けましょう。ソロ機能を解除しておきます。残りのテキストは画面右からスライドして登場させます。勢いよく移動しているイメージで文字が後ろに沿った状態でスライドさせたいと思います。これは位置と回転を使用するだけで再現できそうです。テキストレイヤーを選択して P を押し、位置プロパティを表示させ、シフトを押しながら R を押して回転も表示しておきます。レイヤーの先頭から10フレーム進めて回転にキーを打ちます。1フレーム戻り、位置にもキーを打ちます。3フレーム戻り、回転を23度にして傾けます。レイヤーの先頭に戻り、X 位置を動かして画面の外に移動させましょう。これでベースの動きは完成しました。ではそれぞれにイラスティックを適用します。まずは位置を選択してイラスティックを押します。次に回転を選択してイラスティックを押しておきましょう。位置の弾む動きが強いのでエフェクトコントロールからイラスティック位置のアンプリチュードを5に変更しておきます。最後に色が変わる演出を加えます。体系的のテキストに適用した塗りエフェクトをコピーします。位置に打った最後のキーフレームに時間を合わせてからコントロール V で貼り付けます。これでアニメーションはできたので、再生タイミングをずらしていきましょう。シェイプレイヤーを選択して、まずは78フレームにレイヤーの先頭を合わせます。モーションツールズのシーケンスを使って2フレームずつずれるように調整します。モーションツールズを導入していない方は、手動でずらすか、シーケンスレイヤーを使用しましょう。数も4つと少ないので手動でもいいと思います。では最後にびっくりマークのアニメーションにこのようなベンド効果を付け足します。ちょっとしたことですが、アルトナイトでは印象が大きく変わってきます。使うエフェクトは CC ベンドイットです。CC ベンドイットはレイヤーを曲げる効果を持ちます。このエフェクトを使用してびっくりマークに揺れる動きを追加していきます。レイヤーを選択して CC ベンドイットを適用します。CC ベンドイットはスタートを起点にレイヤーを曲げてくれるので、スタートの位置をびっくりマークの下に配置し、エンドを上に配置します。この状態で一度ベンドの値をドラッグしてみましょう。びっくりマークが曲がることを確認できます。このベンドにキーフレームを打ってアニメーションをつけるのですが、少し問題があります。ベンドイットはスタートとエンドの位置が非常に重要になりますが、レイヤーを動かすとスタートとエンドの位置がついてこないのでうまく動作しなくなります。解決方法はエフェクトのトランスフォームを使用したり、プリコンポーズしたり、エクスプレッションを使用することでうまく動作させることができます。今回はエクスプレッションを使用した例を試してみましょう。びっくりマークのレイヤーを転換してエフェクトのスタートをオルトをしながらクリックします。エクスプレッションを入力しましょう。T、O と打つと To コンポと予測で表示されますので選びます。
次にカッコの中で V、A と打ちます。すると、バリューと予測変換で表示されるので、そのままエンターキーを押して入力しましょう。このままでもエラーは起きず動作しますが、一応エクスプレッションの入力が終わったら、最後はセミコロンで締めくくりましょう。エクスプレッションはエンドにも同じものを入力するのでコピーしておきます。エンドもオルトを押しながらクリックして、先ほどのエクスプレッションを貼り付けます。これでシェイプレイヤーにベンドイットの座標がついてくるようになりました。では、スタートとエンドの位置を調整します。起点となる場所にスタートを配置します。曲げるイメージはこのような感じです。びっくりマークは図形が上下に分かれて構成されていますが、全体ではなく上にある図形だけを曲げたいと思います。曲がる起点となるスタートの位置を調整しておきましょう。エンドはびっくりマークの上に配置しておきます。この状態で一度ベンドをドラッグして曲げてみます。今のままだとスタートを起点に上下に曲がっています。これはレンダープリスタートがベンドになっているからです。スタティックに変更しましょう。これでスタートとエンドの間だけに効果が現れるようになります。レンダープリスタートには他にもミラーなどいくつか面白い効果があるので、時間がある際にお試しください。では、ベンドを使用してアニメーションをつけましょう。レイヤーの先頭から9フレーム進めて、ベンドを25に設定し、キーフレームを打ちます。前に進む勢いで後ろに反り返るイメージです。次に1フレーム進めて0に変更します。ベンドに打ったキーフレームを選んで、イラスティックをしましょう。再生してみます。急停止したことで、勢い余って重心が前に行き曲がる動きをつけることができました。これでテキストアニメーションは完了です。今回はびっくりマークだけにベンドを適用しましたが、余裕があれば他の文字にも適用しても面白いかもしれません。では続きを作っていきましょう。次はテキストアニメーションに補助的なシェイプアニメーションを加えてみます。テキストが右からスライドして出てくる動きに合わせてラインアニメーションを追加します。パスのトリミングを使用する簡単なアニメーションですが、少しだけ見た目に一工夫加えます。実際に作っていきましょう。G を押してペンツールに切り替えます。線だけが有効になっていることを確認します。線幅は16に設定しておきます。ではテキストの下に線を引きましょう。画面右からテキストの開始点くらいまでで OK です。線が引けたらレイヤーを82フレームまで移動させます。次にレイヤーを展開して追加からパスのトリミングを選択してアニメーションをつけていきます。レイヤーの先頭で終了点を 0% にしてキーフレームを打ちます。11フレーム進めて終了点を 100% にします。5フレームで開始点にキーを打ちます。そこから13フレーム進めて開始点を 100% にします。緩急をつけましょう。開始点と終了点の最後のキーを選択して入る速度の影響を高く設定して動き終わりを減速させておきます。これでベースの動きができました。では、色を加えていきます。レイヤーの上で右クリックし、レイヤースタイルからグラデーションオーバーレイを選択します。グラデーションの角度が線に合っていないので調整しましょう。レイヤーを展開して、角度を180にしておきます。これで準備が整いました。この後エフェクトを使用してさらに加工するのですが、このままだと問題点があります。ここまでの基礎編の動画を見てくださった方であれば問題点に気づくかと思います。問題点は合成順番です。レイヤースタイルの合成順はエフェクトの後なので、レイヤースタイルを適用したレイヤーにエフェクトをかけても、レイヤースタイルの効果で上書きされてしまいます。合成順番をコントロールするために、コントロールシフト C でプリコンポーズします。名前はエフェクトラインとしておきます。プリコンポーズできたら、プロジェクトパネルを確認して作成されたコンポをプリコンポジション用のフォルダに移動しておきましょう。これでエフェクトがうまく動作するようになったので、エフェクトを使って加工していきましょう。ポスタリゼーションを適用します。レベルはお好みですが、私は4としておきます。色かぶり補正で色を整えましょう。私はブラックマップの色を変更しておきます。これでラインアニメーションの完成です。では最後に次のカットに移るための準備となるアニメーションを作成していきます。カット4の開始では
画面全体が黄色で覆われた状態から開始されるのと、円形がメインとなるアニメーションが続きますので、カット3の終わりでは円形をメインとしたアニメーションで色を黄色に合わせて終わらせることで、カット間のつなぎをスムーズにしたいと思います。では作っていきましょう。楕円形ツールに切り替えます。塗りと線、両方とも有効にしておきます。線幅は100とします。楕円形ツールをダブルクリックしてシェイプを作成します。レイヤーの先頭が115フレームに来るように移動させておきます。では、レイヤーを展開して動きをつけていきましょう。まず、線の目のマークをオフにして塗りだけの状態にしておきます。サイズを0にしてキーを打ちます。15フレーム進めて、2350とし、画面の外側へ消えるようにします。最初のキーフレームの出る速度の影響を高く設定しておきます。コントロール D を押してシェイプレイヤーを複製します。次は塗りをオフにして線だけを有効にしておきます。では、塗りが有効になった円形のシェイプレイヤーの開始フレームを2フレーム前に進めて再生時間をずらしておきます。作成したシェイプレイヤーを2つとも選択してコントロール D でさらに複製します。複製されたレイヤーを最前面に表示されるように上の階層に移動させましょう。複製したレイヤーを2つとも選び時間を3フレームずらしておきましょう。次に塗りが有効になった円形だけをさらに1フレームずらしておきます。線が有効になっているシェイプレイヤーの線幅を35に変更します。それぞれ色を変更しておきましょう。これで次のカットにつながるアニメーションは完成です。このカットは134フレームが最終フレームです。ワークエリアの範囲でトリムしておきましょう。では、メインコンポに並べて一連の動きを確認してみましょう。いかがだったでしょうか？今回は今までやってきたテキストアニメーターではなく、文字を分解して一文字ずつ動かす方法を試してみました。アニメーターとは違い、差し替えが発生するとほとんどの場合最初からやり直すことになるので、汎用性はありませんが、自由に文字を動かすことができるので、ここぞという時には使っていきたい表現となります。実際作るとなると大変ではありますが、その分完成した時の達成感やクオリティにも差が出るので活用していきたいですね。今回はここまでです。ではまたお会いしましょう。さようなら。